皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。まず最初に取り上げる話題は、ウクライナ軍による遠距離攻撃の成果について、ご覧の映像はロシア南部地方における最大の石油精製所の炎上している様子です。ウクライナ軍の攻撃によって発生したこの火災は結局5日間燃え続けました。ご覧の映像のようにもはや燃えるものがなくなるほどの損害となっています。この施設においては非常に長期間の操業停止に追い込まれることでしょう。どのくらいの期間復旧に時間がかかるかについて専門家の意見をちょっと見つけることはできませんでした。しかし、素人の私が見ても、これは年内とてもじゃないけれども、操業を再開することは無理だろうと思えるほどの状態です。ご覧いただいた映像はあくまでも、ウクライナ軍が攻撃した数多くの施設の一箇所に過ぎません。しかし、こうした攻撃が積み重なることによって、ロシア領内でのガソリン価格の高騰や一部地域におけるガソリン供給が全く間に合わない状況が生まれています。このことは、このチャンネルで以前から取り上げてきましたが、ようやく一般的なニュースとしても取り上げられるようになりました。テレ朝ニュースでは、ロシアでガソリン不足深刻、ガソリンスタンドに長蛇の列、ウクライナによる製油所などの攻撃も要因。ウクライナとの停戦交渉で強気の構えを見せるロシアですが、国内では消費者が深刻なガソリン不足に悩まされています。極東ウラジオストクでは給油のため、ガソリンスタンドに長蛇の列ができています。一部ではすでに品切れの看板を表示しているところもあります。独立系メディアによりますと、極東など少なくとも10の地域でガソリン不足がすでに深刻化しています。ウクライナ情勢に対する関心の低い一般的なニュースにおいても、こうして取り上げられるぐらいになりました。それぐらいウクライナによる攻撃が少しずつロシア国民の生活にも直接影響を与えるようになっているわけです。ただし、以前から解説をしていますが、こうした事態に対応するため、ロシア側は軍やもしくは大都市圏の人々たちに対する物資の供給についてはかなり気を配っています。ウクライナがよく攻撃しているロシア南部やもしくは政治的には辺境扱いされている極東ウラジオストクなど、ロシア政治の中心から離れた場所でガソリン不足が起こっているのはそうした事情です。ですから、モスクワでは何も影響がありませんよというような話をするロシア人やもしくはロシア在住の YouTuber らの発信というのは、まさにそうしたプーチン大統領の思惑通りの情報発信をしているわけです。さて、続いては、ロシアと取引している国に対してトランプ大統領は二次関税を課す、そうした話を以前していました。制裁的な意味もあって、関税は 100% だとまで言っていました。さて、実際どうなったのか、ようやく実施例が出ました。ブルームバーグ通信より、トランプ政権、インドにアジア最高の 50% 関税を発動。税率2倍に。トランプ政権はインドからの一部輸入品に対してアジアで最も高い 50% の関税を発動した。ロシア産原油購入への制裁措置で7日に発行していた 25% の税率から倍に引き上げられた。インドにとって最大の市場であるアメリカ向けの輸出のうち 55% 余りに影響が及ぶ見通し。特に繊維や宝飾品といった労働集約型産業が打撃を受ける。一方で、電子機器や医薬品といった主要輸出品は対象外となる。アメリカとインドは経済及び安全保障の両面で長年連携を深めてきたが、トランプ大統領が仕掛ける貿易戦争をめぐり対立が表面化。今回発動された交換税は両国関係にとって新たな打撃となり、アメリカが長年インドを対中戦略の要として取り込もうとしてきた方針から大きく転換することになる。なお、電子機器については対象外となるという話がありましたが、この恩恵を受けるのがアメリカの企業アップルです。アップルは中国からインドへと工場の移転を進めていますが、それによってインドでの製造量が増加しています。中国からアメリカへと輸出するのではなく、インドで生産した分をアメリカへと輸出する。この時に今回の関税は除外されているわけです。しかし、もともとはロシアと取引している国に対しては 100% の関税を課すと言っていたわけですから、実質大幅な後退です。結局最後には腰が引けてしまう。チキン野郎という意味のタコるというような話を言われているトランプ大統領。今回も結局最後には腰砕けになってしまったようです。それでも 50% という関税は尋常じゃないレベルなので、最初に掲げた 100% 関税といった話がちょっと大げさすぎたとも言えます。しかし、日本人の私にしてみれば、
インドに対してそれほど強い関税を課すのであれば、中国に対してはどうなのかと強い関心を持つものです。しかしトランプ大統領はここに来て、日和るどころではない、もうまさに方針転換で中国に対してかなり甘い顔を見せ始めています。毎日新聞、トランプ氏、マガ派から批判、中国人留学生政策転換で。トランプ大統領が熱心な支持基盤であるマガ派からの批判にさらされている。これまで学生ビザの審査を厳格化するなど厳しい姿勢をとってきたトランプ氏が突然60万人もの中国人留学生をアメリカの大学に受け入れる意向を示したからだ。発端はトランプ氏がホワイトハウスで韓国のイ・ジェミョン大統領と会談した際、記者団から米韓関係について聞かれた際の答えだった。トランプ氏は米中関係の重要性に話を移す中で、我々は中国の学生の受け入れを許可する。非常に重要だ。60万人の学生だ。と語った。トランプ政権はこれまで滞在期間の超過や法律違反を理由に学生ビザを剥奪したり、ビザ審査を厳格化したりしてきた。5月には、ルビオ国務長官が中国共産党と関連のある中国人留学生や重要分野を研究する中国人留学生のビザを積極的に取り消すことや、新規申請者の審査を強化するとの声明を出していた。中国人留学生の受け入れ拡大は大きな方針転換だ。中国の悪影響を排除すべきだとこれまでは言ってきたわけですから、非常に大きな方針転換です。そのため従来の政策を支持してきたマガ派の人たちから批判が相次いでいます。アメリカ国際教育研究所の報告書によると、2023から24学年度にアメリカの大学が受け入れた外国人留学生は約113万人。そのうち中国からの留学生は約28万人で、インドからの約33万人に次ぐ2位だった。つまり、バイデン政権時代に入ってきた中国人留学生よりも、トランプ政権はさらに中国人留学生を2倍にまで拡充すると話しているわけです。これは非常に大きな方針転換だと言えるでしょう。そしてこの一つ前の話ですが、インドに対しては 50% の関税を課していますが、現在中国との間においては、そのような非常に高い関税は発生していません。トランプ大統領は中国との間では貿易交渉を行っているため、このような強い関税をかけるつもりがないと今はしています。もしかしたら、このまま中国に対しては腰砕けどころか、中国との融和姿勢へと転換する可能性すら想像させる事態です。さて、続いてはロシアからのニュース。産経新聞。ロシア政府、欧州拷問防止条約の破棄をプーチン氏に提案。3年前には制定評議会が除名。ロシアのミシュチュシン首相は欧州拷問等防止条約の破棄をプーチン大統領に提案した。ロシア政府が破棄提案の理由は発表されていないが、ロシアはウクライナ侵略を受けて条約を制定した欧州評議会から2022年3月に除名されている。1989年に発効した条約にロシアは1996年に署名した。条約は拷問や非人道的な取り扱い、刑罰の防止を規定しているが、ロシアでは刑務所や強制施設で看守による拷問や虐待など悪質な人権抑圧が続いているとされる。この報道はあくまでも拷問防止条約の破棄を提案しているという段階で破棄が正式決定されたわけではありません。しかし、形だけしか今でもすでに残っていないのではないかと言われています。ウクライナ情勢と関連して拷問の問題は以前から報じられています。つい最近の話題として一つ記事を取り上げておきましょう。読売新聞。ウクライナ人女性記者の遺体に隠せぬ拷問跡、眼球など摘出し、証拠隠滅か、最後究明へ取材、裁き与えるまで調査続ける。ロシアによるウクライナ侵略で犠牲者が増え続ける中、ロシア側で拘束中に命が尽きた捕虜や市民は遺体交換で返還されている。無言の帰国を果たした遺体には、ロシアで受けた拷問の痕跡など、戦争犯罪の手がかりも残されている。ウクライナの首都キーウの教会に多くの報道陣が詰めかけた。この日行われていたのは、ウクライナ人記者、ビクトリア・ロシチナさん、当時27歳の葬儀だった。ロシチナさんは2022年、アメリカ拠点の国際女性メディア団体の勇気あるジャーナリズム賞を受賞するなど、ウクライナ侵略での報道が国際的に評価されていた。2023年8月、ロシア占領下の南部ザポリージャ州エネルホダルで取材中、ロシア当局に拘束され、収容中に死亡した。ロシチナさんの死は、
ロシア国防省の公表で昨年10月には明らかになっていたが、今年2月の遺体返還後にさらに注目が高まった。遺体に不審な点が数多くあったからだ。遺体の入った袋には、身元不明の男性を示す NM と記載されていたが、DNA 鑑定などで女性のロシナさんだと判明。長かった髪は剃られ、足には火傷や切り傷があり、肋骨は折れるなど、明らかに拷問を受けた傷があった。さらに、脳や眼球、気管の一部が摘出されていた。拘束された際、その痕跡が残るとされる部位だった。死の真相解明に取り組む記者の一人は、遺体の欠損で死因特定は阻まれたが、工作の証拠隠滅が図られた可能性が高いと語る。これはあくまでも一例ですが、ロシア軍の占領地では住民に対する拷問や強姦、誘拐、拉致といった問題は継続的に発生し報告されています。ただし、これら戦争犯罪についてはあまりにもその件数が多く、一般的なニュースにはほとんど取り上げられることがありません。あまりにも戦争犯罪が日常化してしまうと、その扱いが小さくなってしまうという非常に大きな問題です。情報を発信する側もまたかという話になりますし、情報を受け取る側もすでに完全に麻痺してしまうのです。しかし、ロシアが行っている行為はあまりにも残忍で、批判の声は上げ続けなければなりません。続いて、ロシアでは戦争の長期化に伴って労働者不足が深刻化していることをこれまで取り上げてきました。この問題に対応するため、ロシアでは海外からいかにして労働者を集めてくるかといったことにも力を入れているようです。ロシアで働く機会を謳う動画が拡散。若い女性に注意を促す。南アフリカより。南アフリカ政府は海外で働く機会を謳う採用キャンペーンがネット上で展開されていることを受け、こうした宣伝に騙されないよう若い女性に向けて警告している。南アフリカ政府の対応は、同国のインフルエンサーたちが若い女性を対象としたロシア国内での雇用機会を謳う動画を多数投稿していることを受けたもの。当局はインフルエンサーが動画配信アプリ TikTok に投稿したプロモーション動画について調査を進めている。動画はキャリアをスタートさせて間もない若い女性を対象に専門的スキルを習得するための2年間のスタートプログラムについて紹介するものだった。南アフリカでは多数の若者が失業しており、仕事を必死に求めている人も多い。ロシアに対して中立的な立場を取っている国々においては、ロシアも積極的に勧誘活動が行います。ただし、ロシアに連れて行かれた場合において、募集条件のままに本当に仕事ができるかどうかは業者次第といった実情があります。今回南アフリカで行われている募集といったものは、実際にまともな職業の斡旋かもしれません。しかしこれまでは南アジア地域などで行われた男性向けの労働者募集に関しては前線に送り込まれて、そして亡くなる人も多数発生するといった問題などが発生しました。さすがに懲りて今ではそのように騙して前線へと送り込むことは件数としては減っているでしょう。ただ経営作業全般で募集をかけて実際に行ってみたら大型ドローンシャヘドの製造工場に連れて行かれたといった例なども報告されています。そのような軍需産業に従事する場合においては、ウクライナ軍の攻撃対象になることもあり、ロシア人が亡くなるのではなく、そうした海外から連れてきた労働者を、積極的に身代わりにしようというロシア政府の意向が働いているかもしれません。続いて戦況報告。戦争研究所の発表しているマップがこちら。赤く塗られている地域がロシア軍の占領している場所です。前回取り上げた戦況報告の中から新しく動きが出るのではないかと言われている場所が東部戦線のクピャンスク戦役です。町の北側に展開しているロシア軍、見ての通り少し突出している部分があります。この根元部分に対してのウクライナ軍の攻撃がここ最近行われているという話が出ています。ただし、それが成功するかどうかはわかりません。続いて同じく東部戦線、リマン戦役。この地域におけるロシア軍、じわじわと前進を果たしており、この地域ではまだウクライナ軍の本格的な反撃戦がちょっと遅れているようです。一方で東部戦線の最大の激戦地ポクロフシク、街を取り囲むように徐々に前進してきたロシア軍ですが、ここ最近はウクライナ軍が予備戦力を投入し押し返しているようです。関連の映像も投稿されていたので一つ見ておきましょう。こちらはポクロフシクの郊外における戦い。原型をとどめている建物もたくさんありますが、その地域においてウクライナ軍は戦車を投入してロシア軍の掃討に当たっています。一時ロシア兵の集団が
町の中心部に向けて潜入工作に入ったといった話もありましたが、それらの兵士たちについては全て撃退することができたようです。ただし、町に対する補給は非常に困難な状況が続いており、決して楽な戦いではありません。ロシア軍夏の攻勢という意味においては、主要な町については落とすことができていないので、ロシア軍夏の攻勢については、全体評価としては失敗だという評価が出ています。この評価を下していたのはドイツのビルト紙の報道で、一つ一つの戦場ではなく全体の戦況を評価した場合において、ロシア軍はウクライナ軍の防衛線を大きく突破することができていないというのが客観的な事実です。インドに対してはトランプ関税 25% プラス 25% ロシアと取引しているからだという意味で関税の上乗せがありました。これによって 50% の関税が発動されました。ところが私から見れば本来本命にすべきである中国に対しての関税は今のところ低い状態にとどまっており、しかも中国人留学生についてはバイデン政権よりもさらに拡充するんだといったようなことをトランプ大統領が言い出したことにより、ちょっと雲行きが怪しくなっています。ロシア産原油を購入しているトップ2、中国とインド。このうちインドにしか強い関税をかけないというのであれば、中国は全く気にせず、ロシアからの原油購入をこれからも続けるでしょうし、もしかしたらインドが購入量を減らす分だけ、さらにロシアから購入量を増やすかもしれません。トランプ大統領、思い切った行動をするその行動力については見るべき点があるのですが、残念ながらその力の使いどころについては、なかなかロシアに対する影響力を及ぼしていません。さらには、彼の支持者の人たちからの批判も出ているように、アメリカファーストであるというのであれば、なぜ中国からの留学生を今の2倍へと拡充するのかということに関して、納得のいく説明はちょっと無理でしょう。トランプ大統領自身は中国からの留学生を今よりももっともっと増やすんだとする理由というのが、もしも中国人留学生をどんどんと締め出せば、アメリカの大学の経営が非常に厳しくなるといったことを述べています。これも本来であれば中国人留学生によって成り立っている大学というものが果たしてアメリカの国益にかなっているのかといった問題についてはもっと議論すべき話でしょう。トランプ大統領の言うことは常々コロコロ変わるものですから、今回の中国人留学生の積極的な拡充政策といったものが果たして今後も実施されるかどうかは分かりません。そしてこのことを入り口として米中関係が対立からむしろ協力関係へと進むようなことになれば、これもまた国際情勢に対する大きな影響力を持ちます。この点トランプ大統領の言動にはなおこれからも注目していかなければならないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方はぜひとも他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。